生動物学研究室の太田金也です。以前このチャンネルで桃玉菜を使ったグリーンパスタの作り方を紹介しました。自分で作ってみてとても美味しかったのでまた作りたいのですが、これ桃玉菜の実の前処理がとても大変だったのです。集めた実の果肉を除去してその後で割るわけです。この大変な前処理を少しでも楽にしたい、そう考えた私はちょっと桃玉菜の前処理の方法を改良してみることにしました。今回の動画は桃玉菜の果肉を取り除く方法についてのご報告です。ちょっと以前の動画をまだ見られていない人向けに簡単なおさらいです。桃玉菜は熱帯亜熱帯に分布する植物で、私の住む地域ではよく見かけます。この葉には水質を酸性にする成分が含まれているので、熱帯魚愛好家の間では水質調整剤のために使われています。マジックリーフで検索すると出てくるかと思います。この桃玉菜の木、私たちの臨海研究所にも7本植えられています。おそらく昔はこの周辺の養殖池でも水質調整に使われていたのだと思います。毎年夏から秋にかけてこのような実を落とすので、この実から種を取り出してアーモンド代わりに食材として使い、グリーンパスタを作ってみました。こんな感じですね。そしてこの桃玉菜グリーンパスタは激うまだったのです。しかしこれ桃玉菜の種を集めるのはとてつもない重労働だったのです。一つの実からほんの少しの種しか取れません。なので大量の実を集めて処理していくことになるのですが、集めた後にこの皮や果肉を除去しないといけないのです。そうしないとハエやハチが集まってきたり、後で殻を割る作業の際に邪魔になったりするからです。できるだけ身が柔らかいうちに皮や果肉を取り除いてしまいたいというのもありました。なので最初は一つ一つナイフで剥いでいたのです。正直なところやり方がよくわからず、この方法しか思いつかなかったのです。でもこれだとなかなか大量に処理できないのです。手が疲れてしまいますし、あとたくさん剥いていると手に満面ができたりして大変だったんです。そこで今回はできるだけ一気に大量に処理する方法を試してみました。落ちてきた実を集めて足で踏んで果肉を取り除くというものです。これだと一度に大量に処理できます。いろいろ試してみたので段階を追っていくつか方法をお見せします。まずはバケツに集めます。そして水を張って中の虫たちには出て行ってもらいます。そして数時間から2週間ほど放っておいて1箇所に集めて足で踏んで果肉を取り外すというやり方です。あとバケツに入れずに1箇所に集めておいて、その後で足で踏んで果肉を取るやり方も試してみました。これらのやり方はおおむね良い感じでうまく果肉が外れてくれました。一度に収穫して処理できる量には限りがあるので、何回かに分けてこの果肉を除去する作業を行います。長靴を履いて足で踏むやり方は以前のナイフで一つずつ皮を剥くやり方よりも圧倒的に効率が良い感じです。でもこのやり方で全ての実から果肉が完全に取り除けるかというとそうもいかないのです。ちょっと果肉の一部が残ってしまうんです。特に落ちたばかりの桃玉菜の実の場合、繊維質の部分と果肉がうまく外れないんです。この部分をどのように取り除くかについてもいろいろ試してみました。まずやってみたのは一つ一つ手に持ってコンクリートにこすりつけるというやり方です。でも実を手で一つ一つ握っておかないといけないのであまり効率が良くないのです。あと何度かやっているうちに疲れてきて手元が滑って指をコンクリートにこすりつけてしまいました。これだとナイフで一つ一つ剥いているのとあまり変わりません。なのでできるだけ手を使わずにやる方法はないかと考えて、こういう風に足でゴリゴリとコンクリートにこすりつける方法をやってみました。この方法だと手をコンクリートにこすりつけてすりむく心配もありません。あと気がついたのは、先にある程度果肉が熟々になるまで不熟させておいた方が処理が楽になるという点です。生のままだとまだしっかりと果肉が繊維質とがっちりくっついているので離れにくいようです。それならばと果肉の不熟といいますか、もう腐敗を促進させるために泥水の中に入れるというのもやってみました。でもどうもこれをやると中まで腐ってしまうみたいなのです。実はちょっとこの泥水につけて処理したものを乾燥させていくつか割ってみたのですが、この種の端っこのあたりが黒ずんでしまうのです。
なのである程度腐らせておいてからものすごく黒ずんでしまう前に水を使って果肉を落とし、あとは足で踏んで果肉を落としきる、このやり方がいろいろ試した中で一番効率が良いように感じました。ちなみにこのやり方は楽とはいえ、一通りやり終えた次の日はふくらはぎや太ももの裏が筋肉痛になります。まあでもこれ機械に頼らず人力でやろうとするにはもうそれは仕方がないことです。良い運動であると納得して黙々とやることにします。果肉が取れた後、足でゴリゴリし続けると繊維質もある程度取れてきます。そしてその後コルク質も崩れて取れてきます。これ足の力だけで全てのコルク質を取り去るところまで頑張ってもいいのですが、そこまでやる必要はないかなと思いましたので、適当なところで良しとします。さて、きれいに果肉が取れて繊維質もある程度取れています。しかしこのまま置いておくとあまりよろしくないのです。中のコルク質が水を含んでいて雑菌やカビが発生します。そうなると虫たちも寄ってきます。なのでざるに乗せて水を切ります。そして天気のいい日には太陽の日に当てて、乾かします。中まで乾燥させるには時間がかかります。雨の日には屋根のあるところに取り込んで濡れないようにします。私の住んでいる地域は湿度が高いこともあって完全に乾燥させるまでは1週間以上絶対にかかります。よく乾いたら完成です。箱にしまっておきます。あとはグリーンパスタを食べたい時に割っていきます。その日まで乾燥した部屋に保存しておきます。はい、ということで2022年に収穫された桃玉菜は無事前処理が終わり保存されている状態にあります。あとはこれを割ってグリーンパスタの材料にするわけです。この桃玉菜シリーズの毎度のことなのですが、まだまだ食べるのは先です。なのでもし料理と実食の動画を見逃したくない方はチャンネル登録してお待ちください。それではまた。